こんにちは。カナダ・トロント在住の和食料理人トシです。カナダや北米で手に入る食材で本格的な和食の作り方を紹介しています。ハッピース。皆様にハッピーな人生をピースな気持ちで送ってもらいたいと思い、この YouTube チャンネルを立ち上げました。牛バラ肉、つまりお肉は肋骨付近のお肉が脂身が適度について柔らかく牛丼に向いています。まずはじめにお肉をつけるマリネ液を作っていきます。ニンニクをすりおろします。生姜もすりおろします。生姜にはお肉を柔らかくする分解酵素、生姜プロテアーゼが含まれています。アップルサイダーです。サイダーといっても炭酸飲料ではありません。北米では果汁のことをサイダーと呼びます。生搾りリンゴジュースということになりますね。リンゴにはお肉のタンパク質を分解する酵素、プロテアーゼが含まれており、アップルサイダーはリンゴジュースより濃厚なので、お肉に絡みやすいのでおすすめです。ワインは酸味のあるフルーティーな白ワインが牛丼に合うのでおすすめします。安いもので構いません。また、ワインに含まれるカテプシン D にもお肉を柔らかくするタンパク質分解酵素が含まれています。砂糖を 10g、おろしニンニク、おろし生姜を小さじ1/4ずつ、白ワインを 40ml。ここで肉にまんべんなく絡むように混ぜておきます。次に醤油を 50ml、リンゴジュースを入れていきます。牛バラの薄切り肉を 400g、お肉全体に調味料が行き渡るようによく混ぜます。手袋を使うのもいいですね。味が染み込むようにラップを肉の上から空気を抜くように密着させましょう。常温のまま30分以上置いておきます。玉ねぎを繊維に沿って切ります。煮物用には繊維に沿って煮崩れしないようにし、サラダなどの生食用には繊維に逆らって切る方法が向いています。鍋に砂糖 10g、牛骨スープ 300ml、かつお昆布だし 200ml を入れます。牛骨スープとかつお昆布だしの作り方は別動画にしていますので参考にしてください。醤油 50ml を入れたら玉ねぎの3分の2を入れ、3分の1は残しておきます。強めの中火にかけます。煮立ったら火を弱めます。途中アクを取ります。小さいボウルにお湯を入れ、目の細かい専用のアク取り網でするとすくいやすいです。5分煮たら残りの玉ねぎを入れ4分煮ます。先に煮た玉ねぎは甘みを、また後から入れた玉ねぎは歯ごたえを楽しむことができます。このテクニックを覚えておけばカレーライスや肉じゃがなどに応用できますので、覚えておくと便利でしょう。ここでもアクを取ります。
トッピングの長ネギを切っていきます。押しつぶされないように包丁を前に突き出すように、刃の全体に力がかかるように切っていきます。料理の世界ではネギ切り1000回と言われるぐらい、初めのうちはずっとネギを切らされます。私もそうでした。そしてここで包丁の使い方を学んでいくのです。漬けておいた肉汁をざるでこします。これはワインのアルコール分を先に飛ばすのが目的です。肉と同時に入れてしまうと、アルコールが飛ぶ頃には肉に火が入りすぎて硬くなってしまいます。肉を硬くしないためのテクニックですので、他の料理にも応用できます。漬け汁を鍋に入れます。アクを取ります。煮立った鍋の中に肉を入れ、30秒ほど強火にします。ワインのアルコール成分により沸点が低くなっているので、煮させすぎずに肉に火を入れることができるテクニックです。ここでしっかりとアクと油を取っておきます。火を消したら蓋をして余熱で火を入れます。丼に温かいご飯をよそいます。美味しいご飯の炊き方も別の動画で紹介していますので、ぜひ見てください。煮汁とともに肉と玉ねぎを乗せます。日本では牛丼の上に生卵を乗せたりしますが、北米では一般的ではないので、ここでは温泉卵を使います。これも作り方を動画にしてありますので、ぜひチェックしてください。個人的には温泉卵の方が僕は好きです。刻みネギを乗せます。お好みで一味を振ります。紅生姜を乗せます。これも作り方を動画に載せています。これで肉を極限にまで柔らかく調理し、最高の牛丼を味わう、私和食料理人トシが作り上げた自信の一品です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ作ってみてください。もしこの動画が気に入っていただけたら、高評価ボタン、またチャンネル登録がまだでしたら、登録ぜひお願いします。登録しておくと新しい動画が投稿された時にお知らせが行きます。それでは、カナダ・トロントよりお届けしました。ハッピース